でこちらの方が R 値の差がそのまま出た感じがします。でこれを見ると2枚重ねているのに、両者ともそんなに温度が上がってない印象を受けると思いますが、これね切って中開けてみようと思ってます。はい、どんな感じか中がね気になりますよね。すいません、失礼します。はいどうもリゴロです。はいどうもリゴロ。もう口が回んないわ。はいどうもリゴロです。世間ではねもう春ムードですが、僕が住んでる山はですね相変わらず夜はねマイナス5度を下回る非常に厳しい厳冬期でございます。こんな寒いからこそね感じるのが、睡眠を制すものはアウトドアを制すっていう、分かってる人はねそこにお金をかけますよね。実は個人的に睡眠環境をね変えたいと思ってて、今まではキャンプだとね、例えばコットの上にインフレータブルマットを敷いて、その上に寝袋で、冬場はその下にねさらにこういった銀マットみたいな感じで、このねインフレータブルマットがですね非常にかさばって重くて厄介なんですよね。商品としては非常に素晴らしいんですよ。今やねキャンプではマットの主流ですから。ただ個人的には今後ね狭いジムにあといろんなことを考えている中で、どうしてもねこのねインフレータブルマットかさばる問題を解消するにあたっていろいろ検討した結果出た答えがですね、このエアマット、そして一周回ってねこの定番の銀マットですよね。もうこの2つだったんですよね。これ10年前に買ったインフレータブルマットなんですけど、このままバルブを開ければ自動的に膨らむみたいなね、そういう機能があるんですけど、この中のウレタンがですねだんだん劣化してくるんですよね。劣化することで膨らまなくなるんですよ。一晩でねこの空気が抜けちゃったりとか、ちゃんとしなきゃいけない、メンテナンスをね。昨日空気入れたんですけども結構いい感じでへこんでるんですよね。寝てもいないのに。これもう僕使わないんで、ちょっとねこれね切って中開けてみようと思ってます。いいよ。こんな感じね。スポンジだよね。割とカビ臭いんですよね。自動で膨らむんですけど、足りない分はですねどうしてもねここからですね呼気で注入するわけですよね。こうやってポンプみたいなものも出力がそんなに高くないと、最後仕上げる時は口で吹かないと絶対ダメなんですよね。なので、呼気っていうのはやっぱりどうしても湿気が多いですから、やがてね時間の経過とともにその湿気が原因でですね、このウレタンが劣化していくと、そんな感じなんですよね。ただ機能としては全然僕は個人的にも全然好きなんですけどね、こういった問題もあるよってことでね、このウレタンの劣化もそうなんですけど、とにかくですねこのかさばる問題なんですよ。僕はこのエアマットってのはそもそも登山でよく使われるものなんですけど、それとあとこれですね、この銀マットの素晴らしさも改めてね感じることができたので、この2つの組み合わせでいくのがいいんじゃねえかということです。言うてもこれはこれでかさばるんでね、理想はこれ一つでなんとかしたいと。先日僕キャンプライブをやったんですけど、朝4時ぐらいでマイナス13度ぐらい、テント内はですねだいたいマイナス 8.5 度ぐらいだったんですけど、もう中凍ってるんですけど、もう寝袋の上も凍ってるぐらいで、その時3枚その銀マットとこのエアマットの上に寝袋を敷いて寝たわけですけど、もう全然快適に眠れたんですよね。じゃあもうこれでいいんじゃねっていうことでね、なんとなくもう僕の中ではもう答えが出つつある中で、そんなさなか BOC さんからね連絡ありまして、新しくエアマットを出されたらしいんですけど、BOC さんといえばね寝袋周りではもうね楽天で1位を取るレベルのこの分野ではねポジション取られてるなっていう、寝具周りにおいてはですね割とこう本格路線を行ってるんですけども、最近はね今度はエアマットですかみたいなね、非常に僕としてもこれ一つの挑戦状だなということでね、もうどんなやべえやつなんだよということで、僕のこの環境下において忖度のないレビューとしてっていうことであればいいですよということでね、今回送っていただいたわけですけど、あと銀マットもあります。今回はね比較としてどちらの商品が優秀かっていうことよりは、比較を通じてねマット全般の理解を深めるといいますか、実際検証していく中でもちょっと僕目から鱗的なね発見もあったので、冬キャンプなんかしねえよっていうね声も聞こえてきそうですけど、そんな方もですねそのマットの知識だったりとか、理解を深めることでですね割とこう寝具周りのコストダウンなんかも測れたりするんで、ある程度役に立つ内容にはなってると思いますんでね、ぜひ最後までご覧いただければなと。比較する前に大前提としてそもそもなんでマットがいるのっていうお話なんですけど、細かい話は抜きにして、この2つです。寝心地向上と断熱がマットの存在意義です。地べたで寝ようがコットで寝ようが、下が硬すぎたり柔らかすぎたりしたら不快ですよね。クッション性だけではなくて、特に夜はね夏場でも下からの冷気は想像以上に攻めてくるので、この冷気を遮断する断熱材としての効果も兼ね備えているのがマットなわけです。特に厳冬期なんかはどんなに高スペックな寝袋で寝ようが、このマットのことをしっかり考えないと投資します。
で今キャンプで主流になっているマットは銀マット、インフレータブルマット、エアマットの3つに大別されます。深掘りすればね、それぞれのマットにはまたいろんなタイプのものがあるんですが、ここでは割愛します。でこの3社の違いを簡単に説明すると、まずは銀マット。ここで紹介するタイプは正確にはクローズドセルとかフォームマットとか呼ばれるもので、中にはね片側にアルミを貼り付けているものがあって、見た目銀色なので、銀マットと呼ばれてますが、銀ではないです。ただここではね銀マットと表現させてください。特徴としてはもうポリエチレンフォームを使用して中に密閉された気泡が多く集まっているので、空気注入が不要でとても軽くて持ち運びが簡単です。それなりに保温性もありますけど、断熱性はね他のマットに比べてやや劣るかなという感じです。でメリットとしては広げるだけで使用可能なので設営が簡単、とにかく軽量なのでソロキャンやバイクキャンプにも最適と。で価格が安くてパンクの心配もなくて雑に扱えるということですね。で座布団とかね物置とか用途が幅広いんですよね。デメリットとしてはかさばりやすいってことと、意外とね地面の凹凸も感じやすくて寝心地はね快適ではないかなと。次にね今やアウトドアマットの主流であるインフレータブルマットなんですけど、ウレタンフォームが内蔵されていて、バルブを開けるだけで自動的に膨らむ仕組みで、高いクッション性と断熱性があって寝心地も快適と。メリットをまとめるとちょうどいい弾力で、地面のね底冷えだったり凹凸感を軽減して寝心地がいいと。で断熱性も高くて、冬でも使用が可能だ。中にスポンジが入ってるんでね、パンクしてもある程度のクッション性が残ると。で価格もお手頃。あとこんなことして遊べちゃったりもするんですよね。デメリットとしては重くてかさばるということ。設営や撤収に手間がかかるということです。で最後にエアマット。ポンプとか口で空気を送り込んで膨らませる仕組みです。種類はピンキリありますけど、ここでいうエアマットは登山とかで使うね、ハイスペックないいやつなので、内部が薄い複数の層で構成されていて、断熱性が非常に高いのと、メリットは小型軽量、空気を抜くと非常にねコンパクトになると。で厚みがあってクッション性が高く、最近のものはエアマット特有のね跳ね返しだったり音もねかなり抑えられてます。あとこんなことして遊べちゃったりもするんですよね。でデメリットは膨らますのに手間がかかる。薄い作りなのでパンクしやすいってことですね。でパンクしたらただのレジャーシートになります。あとは価格が高いということですね。それぞれ一長一短ではありますが、用途に合わせて選ぶのがベストだと思いますけど、価格はまちまち、またそれぞれにねデザインだったり生地の厚さだったり断熱性のスペックの違いがあるのでね、どれを選んでいいか分かりませんよね。でマットの判断基準としては表面素材の強度と断熱性の高さで、銀マットの場合だけはその厚さだ、表面にアルミをつけているかいないかで断熱性が変わってくるんですよね。インフレータブルマットやエアマットにおいては、表面のナイロン素材の強さをデニールで表して断熱レベルは R 値というもので表されていて、最近では銀マットでも R 値表記されているものが増えましたよね。デニールという単位は糸の太さを表す単位のことで、数値が高いほど頑丈ってことなんですけど、あまり生地が厚すぎると今度は重くなっちゃうので、丈夫さと携帯性はトレードオフの関係になります。R 値はその断熱力だったり保温性を示す指標で、R 値が高いほど地面からの冷気をね防いで体の熱をね逃しにくくなるので暖かく感じられるということです。R 値は熱抵抗値で、暖かい体から冷たい地面にね熱が流れるのを、どれだけ防ぐかを示すわけですね。細かい話ははしょりますが、これもね数値が大きければ大きいほど断熱力が高いということですね。R 値は足し算が可能で、例えばね R 値 2.0 と 3.0 を重ねると合計 R 値は 5.0 になるわけですね。で一般的には真夏は R 値大体1から2、春から秋にかけては2から4、初冬やね残雪期なんかは4から6、厳冬期はね6以上が推奨されています。ただしあくまで断熱なのでマット自体が発熱するわけではないので、R 値が高いからといって夏がダメってことでもないんですよね。つまり R 値は高いに越したことはないってことです。この R 値表記で大事なのはこの値をしっかり第三者機関で計測されているかどうかってことです。で、メーカーによってね異なってきますけど、例えばサーマレスとかニーモなんかだと ASTM F3340 規格だったり BOC は SGS という機関で測定されていて、単に数値だけではなくてどこで測定されたものなのかはねしっかりと購入時に確認された方がよろしいかと思います。R 値詐欺の商品も多く出回ってますからね、ここ大事です。で R 値はインフレータブルマットやエアマットの場合だと表記されている数値は最大値、つまり、完全に膨らませた状態での数値なので、寝心地のために少しね空気を抜いたり調整したい場合は R 値は下がりますので、そこも考慮した上で選ばないといけません。そこで今回比較するのは銀マットとエアマットなんですけど、インフレータブルマットは今回ね卒業案件なんで割愛します。で今回の比較の目的なんですけど、どちらの商品が優れているとかではなく、気温に対しての R 値とかのスペックの適正具合だったりとか、実際にマイナスの世界でねこいつらをどう効率的に使っていくのかっていうのをね、感覚的なことをね
ねお伝えできればなと思っております。はい、ここでスペック紹介ね。まず銀マットサーマレストの Z ライトソルは定番中の定番ですよね。もうサイズも小ぶりで軽量、このね重さサイズ R 値をギリギリちょうどいいバランスで仕上げているのがさすが長きにわたるベストセラーアイテムだなと。ただケースは別売りだったりとか、合わせてね1万円を超えるのがちょっと難点かなと。それに対して BOC のマットは R 値が 2.6 と少し上。しかしその分サイズだったり重量がねサーマレストのものよりも大きくなるわけです。ただ価格が7000円切っているのと、言うてもねサイズは小さいより大きい方がいい場面もあるので、その辺をね比べてみたいとは思いますけどね。表面の質感ですね、ちょっと硬さがね、サーマレスの方がちょっと柔らかいかなっていう印象ではあります。ちょっとね使ってたっていうのもあるんですけど、 BOC の方は非常に厚みがあってちょっとお堅い感じっていうんでしょうかね。これはちょっとまた使っていけばちょっと変わってくるのかなと思いますけど、アルミの面の質感も裏側の質感もそんなに差はないのかなと思いますけどね。全体的にサーマレストの方が柔らかい印象を受けました。で次はエアマットね。サーマレストのネオエア X ライト NXT Max ってやつなんですけど、これはもう登山用と言い切っていいかもしれませんね。R 値 4.5 でファースト&ライトシリーズでは上から2番目のハイクラスエアマットです。表面は30デニールのリップストップナイロンで、中はトライアンギュラーコアマトリックス構造といってこのような仕様なんですけど、軽量化を保ちつつ高い断熱性があって総重量がですね 553g は脅威ですよね。しかし価格は 47,300 円と王様価格ですね。対して BOC の新商品 The Polar Inflating Sleeping Pad は表面は TPU 加工されたポリエステルで、さらに表面に細かい肝っていうかモールスキン加工を施しているので、ひんやり感の低減と滑りにくさが特徴的ですね。でサーマレスと同じく厚さは30デニール、内部はサーマルアルミシートをなんと5層も封入して、R 値 8.0 を超える高い断熱性を実現しています。ただ重量や収納時の大きさはサーマレスのものよりも大きくなりますね。でこの BOC ならではのこの落ち着いたダークグレーなカラーリングだったり、質感はねやっぱ素晴らしいなと。そして脅威はねこの価格ね、R 値はほぼ倍なんですけど価格はなんと半額以下の2万円を切ってるっていう。両者ともケース、ポンプサック、リペアキットが付属していて、収納時の見た目はこんな感じです。表面の質感に関してはやっぱり違いますよね。一見このサーマレスのものって滑りやすそうな印象を受けますけど、実際使ってみると滑りにくいんですよね。で滑りやすさで言ったら両者同じくらいかなという感じです。厚さや硬さにおいてはやっぱり BOC の方が重厚感がある感じっていうんでしょうかね。なんだろうな、サーマレスの方はねやっぱ軽さをすごく重視してるので非常にこの表面も柔らかくて柔軟性がある感じに対して表面のモールスキン加工も手伝ってか割と表面が厚い感じというか丈夫な雰囲気が伝わってきますね。で重さや大きさはもうこのスペックの通りで、これはもう両者とそんなに僅差というかそんなにじゃあ BOC が重いかって全然そんなことはなくて、で寝心地についてはですね両者ほんと変わらないですね。同じぐらいの感じでした。最近のねヤマトは非常に寝心地が良くなったなって思いますね。あとポンプサックがですねサーマレスのものは普通のタイプがついてるんですけど BOC はちょっと面白くてケースがポンプサックになってるんですよ。そこの方がバルブに直接差し込むエアのね注入口になってて面白いんですよね。内側に折り込まれてるというかでそれを伸ばして縦長なんですけどね。で一見最初これ見た時にめちゃくちゃ空気を送る量少なくねって思ったんですけど、実際入れてみるとこの幅が狭いことが意外とロスがないというかすごく空気を入れやすいんですよね。それはちょっとびっくりしました。入れる空気の容量的にねやっぱり少ないので回数は増えますけど、これちょっとねどれぐらい時間かかったかっていうね映像を見ていただければわかると思うんですけど、思ったほど疲労感はなかったですね。ただ、そもそもポンプサックで空気を入れる行為っていうのがもうめんどくさいって方がすごく多いと思うんですよね。だから僕は逆にこの行為まで楽しめちゃう人なんでねいいんですけど、本当にめんどくさいなって思われる方はですね一般的な電動ポンプありますよね、小型のね。それでも両方とも逆止弁なんですけどね8割ぐらいまでは空気入れれるんで、それで入れてから仕上げでポンプサックを使われるのがよろしいんじゃないかなと思いますけど。あとバルブなんですけどサーマレスの方は独自のねバルブで非常に優秀ですよね。寝る前にねこうやって空気の調整をする際もバルブをこういう感じで操作するだけで微調整ができるんですけど BOC の場合は残念ながら調整機能はないんですよね。なのでこの大元の部分をパンと開けて調整するしかないってことですね。ここら辺で価格の差は現れますよね。ちょっと気になったのが非常に硬いんですよね。硬いから安心感はあるんですけど二重になってるわけですよね。全開放の部分と上の逆止弁のタイプですね。注入する時の状態っていうのかな。この上の状態にする時にめちゃくちゃ力が必要なのでこれはちょっとね慣れが必要なのかなとは思いますね。切ってみたいと思います。どんな感じか中がね気になりますよね。すいません失礼します。3枚4枚5枚と、はい、
きっちり5層構造になってますね。この辺の構造を見たいんだよな。こういう感じで切ったんで細いんですけど、はい、この4本のビロビロの間に1枚ずつアルミがこう挟まって層を作ってるっていう、そういう構造ですね。うん、いや素晴らしい。で両者とも防水性については、見ての通りね、こんな感じで BOC の方は非常にこう撥水性が強いというか、対して、サーマレスの方はね、ちゃんと防水はしてますけど、浸水型っていうんでしょうかね、あまり水を弾いてる感じはないんですけど、しっかり防水はされていますという感じですね。で車中泊においては、ジムニーに入れて試したんですけどダメでしたね。サイズオーバーでちょっとアウトでしたね、いずれもね、両者ともね。銀マットの方はですね、長さはオーバーしてるんですけど折り込めるんで、問題幅なんですよね。サーマレスはジャストフィットで BOC の方はちょっとはみ出るかなって感じですけど、ちょっと無理やり押し込めば大丈夫いけるかなという感じではありますけど、言うてもやっぱり銀マットなんでね、ちょっと車中泊だとちょっとこれだけだと厳しいかなという感じですよね。実際に気温マイナスの世界でね試してみたいと思います。で比較にあたっては2月末にね3日連続で行いました。自宅の庭でこの時期はね夜はマイナス1度からマイナス10度くらいの環境なんですけど、ミニマルワークスのシェルター GH という 2,3 人用の TC 素材のシェルターテントを片側だけドアをフルオープンにした状態、そこに BOC の200デニールのコットの上でテストしました。BOC の800フィルパワーのグースダウン 800g のタイプの寝袋を置いて、寝袋の下とマットの下に温度計を設置すると、それぞれ30分だったり1時間寝てみて温度を10分おきに計測しました。できるだけ構成を期するために日光の影響を受けない夜間であること、3日間とも直前の食事は同じメニュー、服装も同じものでソックスやパンツも同じものを着用してます。ただ勘違いしないでほしいのは、同じものでもちゃんと着替えてはいます。ただ3日とも同じ時間帯でしたが、やっぱりですね、時間の経過とともに気温がどんどん低くなっていくので、スペックの低いものほど早い時間帯でね検証するようにしました。所詮はね完璧な計測ではないことと、同じ気温でも少し風が吹くことで受ける影響も変わるんで、絶対的な細かい数値というよりは相対的な温度の違いに着目していただければなと思います。初日はまずマットを敷かずに寝袋だけの状態と銀マットやエアマットに寝袋っていう状態でそれぞれ30分10分おきに温度を計測してみました。まずは銀マットの結果です。で基本的にこの寝袋の下の数値を見てください。つまりこの温度が体感温度に近い温度ということになります。マットなしだと平均が 13.17 度、サーマレストの方は平均16度、BOC の方は 21.77 度 C で、気温条件が悪いながらも R 値の通りね BOC の方がやっぱ暖かいですよね。で面白いのがマット下の気温です。 BOC の方がマットの上の温度が高いのにマットの下の温度が低いんですよ。でこれは外気温が下がった影響もあるかと思うんですけど、マットの厚さによるものなんじゃないかなと考えられます。次にエアマットの比較です。銀マットの時よりは気温が約1度下がってます。サーマレストが 15.77 度に対して BOC は 20.03 度と、R 値ほどの差はないんですが、こちらもね BOC の方が暖かい結果となってます。で注目はコットの上、つまりマット下の温度です。この時間帯では気温差はあまりなかったにもかかわらず、異常に BOC の方がマット下の温度が下がってます。で体感的にも感じたんですが、サーマレスよりも BOC の方が表面の体感温度が若干ひんやりしたんですよね。その差なんじゃないかなと思いました。2日目はですね、初日よりも平均約 1.5 度ほど低い環境での検証になりました。この日はサーマレスとの銀マットの上にそれぞれのエアマットを置いて検証しました。で今回は1時間計測してます。でこれも平均値で大きく違いが現れましたね。でこちらの方が R 値の差がそのまま出た感じがします。でこれを見ると2枚重ねているのに、両者ともそんなに温度が上がってない印象を受けると思いますが、これはやはり外気温が最高でも 2.5 度もね初日より低いのが大きな原因だと考えられます。でこのたかが2度低いっていうのはね、マイナスの世界だとかなり体感的にも違いを感じるんですよね。で次に3日目なんですけど、3日目は2日目よりもさらに1度近くね低い気温の中で、一番下の銀マットを R 値 2.6 の BOC のものにしての計測になります。最もね R 値が高いセッティングのはずなのに、初日2日目よりも平均体感温度が低いんですよね。しかもエアマットがサーマレスの方は前日よりも温度が高いのに対して BOC の方は2日目よりも低くなっていて、差もね両者僅差なんですよね。でこれはマイナス5度を超えてくると上からの冷気も凄まじいんですよ。で寝袋が乗っかってない部分はもろにひんやりします。で気温低下に加えて、その影響もこの数字に現れてるんだと思います。これ注目すべきは銀マットとエアマットの間の温度なんですけど、サーマレスの方は BOC に比べて極端に高いのが分かります。
で2日目のデータに戻ってみてもやはりサーマレスはねこの部分の温度が著しく高いんですよね。でこれはつまり1時間の長時間ということもあってサーマレスとのエアマットの方が体から出る熱を吸収しているということなのではと考えられます。しかしこれは逆を言えば断熱性という意味においてはサーマレスさんの方が劣るという見方もできるわけなんですよね。なかなか奥が深いです。はい、なんだかねややこしい検証結果になってしまいましたけど、ここで一回整理します。で1つ目、R 値はね正直であったってことですね。気温の変化ありましたけど、相対的に R 値に比例した結果になったっていうことですね。体感温度、つまりね寝袋下の温度については実際現場ではですね15度下回ると底冷え感を感じて、20度を超えると暖かいなっていう印象でしたけど、今回の検証は、最低でもね、外気温マイナス7度付近までいった中それくらいの気温であればテントをねオープンにした状態でも、R 値5程度のエアマットだけでもいけるんじゃないかなとは思いましたね。で2つ目がですね、スペックは、理想とする一つ上を選びましょうってことですね。で R 値って、過信するなってことです。というよりはね、余裕を持ってと言った方が正しいかもしれませんね。というのも先日外気温マイナス13度の時にね、サーマレスとの銀マットプラスエアマット、つまりね R 値 6.5 で快適に眠れたんですよ。ただテント内ってマイナス 8.5 度ほどだったんですよね。で今回の検証で分かったのは風なんですよ。今回テントのドアをねオープンにしてたので、時折風が吹くわけですよ。その時にね一気に体感温度が下がるんですよね、同じ気温でも。検証結果を見てもたまにバグってるような数値の時ありましたけど、原因は風なのかなとは思ってます。つまり同じ気温でも、風で状況は変わるので、気温と R 値の関係性を過信せずにですね、R 値や寝袋は一つ上を選ぶようにした方がよろしいかと思います。で3つ目がですね断熱と保温っていうことで、銀マットとエアマットの大きな違いに気づいたんですよね。それは保温性なんですよね。で銀マットだけのものと、エアマットだけのものを比較するとですね、コットの上つまりマットの下の温度が銀マットの方が顕著にね高いことが分かります。でこれは寝袋からの体温をしっかり吸収して保温しているということなんですよね。今回短時間でしたが、エアマットも時間をかければ多少ね寝袋からの温度を吸収するんじゃないかなと思いますけど、銀マットの比ではないんですよね。要するにエアマットは単なる断熱、銀マットは断熱と保温の機能を兼ね備えてるっていうことですよね。だとしたらですよこれ逆にした方がいいんじゃねってことで試しにね30分だけ、今回の検証で最も寒い時間帯でテストしてみました。マットは両方とも BOC のもので R 値の合計は 10.6 です。で銀マットが上の時の方が気温は低いのに体感は上なんですよね。しかもこの保温性って大事で、厳冬期のキャンプだと例えばトイレとかで一回寝袋から出たりするとですね一気に冷たくなるので復活するまでがすごく辛いんですよね。なので寝心地よりも保温性を優先させたいならば銀マットを上にするのがねよろしいかと思います。で個人的に固めが好きだからっていうのもあるんですけど、寝心地もねエアマットの上なのでそんなにね悪くないんですよね。4番目ね、オールシーズン使えるのはエアマットということです。つまりエアマットは断熱に特化しているので、気温が暑かろうが寒かろうが体温や地熱のね影響を受けずにひたすら断熱するので、寝心地が許されるならオールシーズンエアマットだけでいけるということですよね。で銀マットは、体の熱を保温するので暑い時は使えないんですよね。例えば少し暖かくなってきた時の車中泊とかだと少し厳しいんじゃないかなと思います。最初に言いましたマットの存在意義は寝心地と断熱です。そしてあとはでエアマットにはエアマットの良さがあるし、銀マットは思ってた以上に優秀だったってね今更気づいて改めて好きになりましたね。何がいいかというとやっぱ取り回しに気を使わなくていいのがすごくいいんですよね。雑に扱えるっていうんでしょうかね。なので今後はこの2つをね使い分けていくことでねインフレータブルマットを卒業できるんじゃないかなと。でサーマレスはやっぱりね製品はすごくいいんですけど価格ですよね。ソロならいいかもしれませんけど、ファミリーとかになるとかなり出費も大きいので、そんな時にですね BOC の存在って非常にありがたいんですよね。で特に最近の BOC はですね、寝袋とかコットだけじゃなくてあと毛布とかねこの辺のものも単にデザインだけではなくて、本気仕様のものでね勝負してきてるんで、シンプルデザイン派だったり、面倒なことはよくわかんないよって方はですねキャンプの睡眠周りはですね、BOC を選んどきゃ間違いないかなとは思いますね。以上リゴロでした。ではまた。